はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。イギリスの料理といえばなぜかまずいってイメージありますよね。でもそんなことはありません。今日はヒレ肉を使ってイギリスの肉料理ビーフウェリントンを作ります。クリスマスやパーティーの主役にぴったりの贅沢な一品です。それでは早速やっていきましょう。今回はこの牛のヒレ肉を使います。別名テンダーロインと呼ばれています。このヒレ肉を使ってイギリスの定番料理ビーフウェリントンを作ります。ビーフウェリントンとはヒレ肉の周りをパテやデュクセルで覆い、その周りをパイ生地で覆って焼いたパイ料理の一つです。なぜかネットを見ているとイギリスの料理って美味しくないって情報が多いです。その原因として食材本来の食感がわからなくなるまで加熱する調理方法や好みに応じて自分で味付けをすることを前提とした味付けに違和感を感じる人が多いようです。こういった加熱の問題とかは過去に遡るとイギリス国民の生活環境などいろいろなことが関係しているとも言われています。個人的にはイギリスの料理ってビールに合わせて食べるのが大好きです。スコッチエッグ、フィッシュ&チップス、ミートパイ、ローストビーフ、どれも最高です。ヒレの周りの膜を処理したら今回は一番肉厚な部分をカットして使います。まずは塩コショウを振って下味をつけて常温で30分くらい休ませておきます。フライパンにオリーブオイルをひいてローズマリーとお肉を入れて全体に軽く焦げ目がつくくらいに焼いていきます。焼けたらフライパンから取り出しておきます。このお肉を焼いたフライパンで先にソースを作ります。赤ワイン、バルサミコ酢、ウスターソース、トマトケチャップを加えて加熱します。最後にバターを加えて軽くとろみが出たら完成です。次にデュクセルを作ります。まずはマッシュルームと舞茸を細かくみじん切りにします。なるべく細かくしていきます。次にニンニク、玉ねぎ、タイムをみじん切りにします。オリーブオイルをフライパンにひいてニンニク、玉ねぎを初めに炒めます。玉ねぎが透明になってきたらキノコを加えて炒めます。塩コショウを振ってウイスキーを加えます。全体の水分が出なくなるまで炒めましょう。最後にタイムを加えて炒めれば完成です。しっかりと水分を飛ばすことでこの後に焼く時に失敗しません。一旦火から下ろして冷ましておきます。次にクレープを作ります。ボウルに小麦粉、砂糖、塩を加えて混ぜます。そこに卵と牛乳を加えてよく混ぜます。これで生地は完成です。次にフライパンにバターをひいて生地を薄く流し入れます。両面焼いてクレープを作ります。出来上がったクレープを並べてその上に生ハムを敷いてその上にさっき作ったデュクセルを敷いていきます。先ほど焼いたヒレ肉の表面にディジョンマスタードを塗ります。マスタードが塗れたらクレープの上に乗せて巻いていきます。ラップをして形を形成したら冷蔵庫で1時間くらい休ませておきます。冷蔵庫から取り出したらパイ生地で全体を包みます。全体に卵液を塗ってその上にさらにメッシュ状のパイ生地をかぶせます。同じように卵液を塗れば下準備は終了です。あとはグリルで焼けば完成です。焼けたので取り出します。いい感じに焼けました。クレープで包んだことで外側のパイも穴など開かずに綺麗に焼けています。それではこれをカットしてみましょう。普通の包丁よりパン用の包丁の方が綺麗に断面をカットできます。かなり美味しそうに出来上がっています。断面も綺麗です。あとは小さくカットしてマッシュポテトを添えてソースをかければ完成です。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日は神戸ウォーターのレモネードを飲んでみます。全体が黒と白のモノトーンで余計な文字などはなく船の絵が描かれているラベルもかっこいいです。この船の絵は神戸港開港に駆けつけたイギリスのロドニー号という戦艦です。今日のイギリスの料理にもぴったりですね。このレモネードは神戸港開港150周年を記念し作られたそうです。六甲山系から組み上げられた神戸ウォーターをベースとし国産のレモン果汁と蜂蜜だけで作られています。甘さと酸味のバランスが良くとても飲みやすいです。甘すぎないので大人のレモネードといった感じです。おやつ代わりに飲んだりあえて料理に合わせて飲むのもいいかもしれません。それではビーフウェリントンを食べてみます。この肉の周りを覆っているマッシュルームと舞茸で作ったデュクセルがとてもよく肉と合います。これだけをバケットに乗せて食べたいくらいです。お肉の焼き加減もよく火が入りすぎることなく柔らかく仕上がっています。クレープで巻いてあることでより外側のパイ生地が水分を吸わずパリッと仕上がっています。これはワインが飲みたいですね。
お肉とパイが同時に食べられて、これ一品で十分満足できる一皿です。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ビーフウェリントンの作り方いかがでしたか？イギリスにはまだまだ美味しいお肉料理がたくさんあるので、機会があれば紹介します。自分たちは群馬県前橋市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。前橋には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし前橋に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。